こんにちは、オズディです。今回は序盤でも作れる簡易焼肉トラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックや一部ガラスブロックなどは、石系ブロックなら何でも大丈夫です。ネザーラックはネザーに行かなくても、荒廃したポータルからでも入手が可能です。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回のトラップは縦 22× 横22のサイズで作成します。作る場所はこのような周りに高い山などがなく、牛や豚が湧いている平原に作るようにしましょう。またこのようなバイオームには牛や豚は湧かないので、このような場所に作成はしないでください。まず最初に縦4マス×横2マスで、深さ1段の穴を掘っていきましょう。手前の穴部分にラージチェストを、このように並べて設置します。背面側からチェストに接続するようにして、残りの穴4マスにホッパーを設置します。ホッパーの上にしゃがみながら、ネザーラックを設置しましょう。正面右側にネザーラックから1マス開けた箇所に、仮ブロックを2つ設置します。間部分と仮ブロックの上にレールを設置して、ホッパー付きトロッコをネザーラックに押し込みます。レールは回収しておきましょう。隣にも同様にホッパー付きトロッコを押し込みます。レールと仮ブロックは壊しておきます。反対側にも同様に仮ブロックを設置して、レールを設置してホッパー付きトロッコを押し込みます。レールと仮ブロックは壊しておきましょう。ネザーラックの周りにトロッコが出ないように、それぞれブロックを設置しておきましょう。正面のチェストの上には逆さまで階段を設置します。先ほど設置したブロックの上から追加で、ブロックを6段設置していきます。正面の階段部分以外を同じように、それぞれブロックを6段設置していきます。ネザーラックに火打ち石と打ち金を使って、4つすべてに火をつけていきましょう。階段の上にも他のブロックと同じ高さで、ガラスをそれぞれ6段積み上げていきます。積み上げたブロックとガラスの上に、それぞれ草ブロックを設置していきます。草ブロックがない場合は、このように階段を作り、下の草ブロックから伝播させておきましょう。少し時間はかかりますが、これならシルクタッチなしでも可能です。草ブロックの背面と前面部分に、それぞれトラップドアを設置して立てておきます。草ブロック部分に追加で9個草ブロックを設置します。残りの3箇所にも草ブロックから外側に、9個草ブロックを設置していきましょう。今設置した草ブロックの範囲すべてを、草ブロックを設置して敷き詰めていきましょう。残り3箇所も同じようにして草ブロックを設置し、22×22 の広さになるように敷き詰めていきます。トラップドアがある箇所の後ろから、草ブロックを2段で設置して壁を作ります。反対側は先ほど設置した箇所と1マスずれた、この場所に同じようにして壁を作ります。敵が湧かないように松明などを使って、しっかりと湧き潰しをしておいてください。正面側のこの部分から足場ブロックを落とし、合計で41個積み上げていきましょう。足場ブロックから湧き層の中心あたりまで、ガラスブロックを10個設置して道を作ります。あとは仮ブロックとブロックを設置して、ファントム対策も忘れないようにしましょう。ブロックの上には湧き潰しもお忘れなく。待機所までの道を不透過ブロックにすると、下が地下判定になるのでモブが湧きません。また41マス離したのは馬などが湧いた際に、デスポーンの対象になってもらうためになります。あとはここで待機しているだけでモブが湧くので、ランダムウォークで勝手に落ちてくれるのを待ちます。
上から落ちてきたモブは下伸びで焼かれ、焼肉や副産物をドロップしてくれます。アイテムは火で燃やされるよりも早く、ホッパー付きトロッコが回収してくれます。以前出したこの動画では溶岩で処理されていた。鶏もこのトラップなら焼き鳥になってくれます。下の火でしっかりと処理されて、焼き鳥や羽を回収できます。ネザーラックの火は燃え続けてくれますが、万が一消えた場合は再度つけてあげてください。では一度チェストの中を空にしてみて、少し待機してどれくらいの効率かを確認します。では待機所で10分ほど待機してみましょう。あれから10分ほど放置していたので、早速チェストの中を確認してみましょう。肉だけを数えると焼き鳥が3個、ステーキが9個、焼き豚が7個、羊肉が5個回収できています。もう一つは羊肉が7個の焼き豚が8個で、合計したら39個の焼肉が入手できました。単純計算にはなりますが1時間にすると、約234個ほどの焼肉が入手できます。入手量はランダムウォーク式となりますので、どうしても前後はしてしまうかとは思います。簡単に放置で入手できるのでおすすめではあります。いかがでしたでしょうか？今回は簡単に作れて、それなりに肉が手に入る、簡易焼肉トラップの作り方のご紹介でした。シルクタッチも不要で初心者の方でも、簡単に作れて便利なトラップになります。よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただいた方の動画は、概要欄にあるのでそちらもチェックしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々なトラップや装置の動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。